カタドールチャンネル。カタドールチャンネル。皆さんこんにちは、ゆいです。最近かりんお姉ちゃんにお洋服のことを教えてもらってるんです。今日は体操着の歴史について教えてもらいたいなって思ってます。かりんです。皆さんこんにちは。ゆいちゃん、今日はよろしくね。はい、よろしくお願いします。早速だけど、体操着って今では学校生活に欠かせないものよね。体育の時間だけじゃなくて遠足なんかの行事の時にも着るもんね。でも日本で女の子の体操着が取り入れられ始めたのって大正時代からなの。そうなの？じゃあ体操着ができる前ってみんな体育をするときは何を着てたの？ふふん、慌てないで。順番に説明していくわね。明治時代の初めまでの女の子は着流しと呼ばれる和服を着て運動していたの。たすき掛けにしたりして着物が邪魔にならないように工夫していたみたい。へえ、運動するときも着物を着てたんだ。でも着物で走ると裾がまくれちゃって動きにくそうだよね。実際走るときは片手で裾を押さえたりしていて不便だったみたい。明治30年代に東京医学校の先生だったドイツのお医者さんエルヴィン・フォン・ベルツさんの主張などで袴が着用されるようになったんですって。左足と右足が独立したくくり袴も登場してだいぶ動きやすくなったそうよ。でもその頃はまだ体操着っていう名前じゃなかったんだね。そうね。明治36年に米国のボストン体育師範学校でスウェーデン体操を学んだ井ノ口あくりさんが帰国して体操袴を考案したの。1850年代からアメリカで使われていたブルーマーズをお手本にして作られたズボンの上にスカートをつけたものよ。で、この体操袴に改良を加えたものが日本の女子用体操ブルーマーズなの。ブルーマーズってブルマーのこと？そうよ。あくりさんは運動するときにこれを着用すれば機能的で姿勢も良くなると提案したの。実際に自分が指導に当たっている学校でも取り入れたんだけど、当時の人たちにはあまり受け入れられなかったみたい。明治39年に体操遊戯取調べ報告女性と運動服に関する件で紹介されているけど、その時はほとんど広まっていないのよね。やっぱり昔の人からすると抵抗があったのかな？そうみたいね。それから何年も経って大正末期頃にようやく運動服として広まり始めるの。初めはやっぱり袴の後継と考えられていたから丈も長くてシルエットも大きかったみたいだけれど、これが女子の体操着の始まりとも言えるわね。あくりさん、時間はかかったけど採用されてよかったね。ちなみにこの井ノ口あくりさん、今では日本女子体育の母と呼ばれているすごい人なのよ。おお、かっこいいね。大正時代には体操する時の服装も和服から洋服に改良され始めたんですって。館林女学校の復元資料によると、上級生が勉強として体操着を仕立てて下級生に仕立てて無料で提供していたとか。なんだか素敵。そうだ、かりんお姉ちゃんも私に体操着仕立ててよ。何言ってるの？学校指定の体操着があるでしょ。これは昔の話よ。残念。まあいいか。かりんお姉ちゃん、服のことにはとっても詳しいけどちょっと不器用さんだもんね。ゆいちゃん。冗談だってば。戦後から昭和40年代までは白シャツに織物製の不白ブルマーというのが女の子の体操服の一般的なスタイルになったの。この頃にはだいぶ丈も短くなっていて裾を縛って膨らみを持たせた提灯みたいな形だから提灯ブルマーって呼ばれてたんですって。昔のブルマーってこんな形だったの？ドロワーズみたいでかわいい。わかる。ふっくらしたシルエットがかわいいわよね。どうしてこんな形なの？
ブルマーが取り入れられてからも文部省は女子の体育時の服装に気を使ってたみたいでね。昭和26年の文部省版男女の交際と礼儀服装上の諸注意では、女子は体の形が露骨に現れないようにすることが決められてたの。だからゆったりとして腰のラインが分かりにくいひだがたくさん入ったデザインになったんですって。カラーも黒に近い濃紺と決められてたそうよ。昭和40年代の中頃からは体にフィットするニット素材のブルマーが主流になっていくの。このニットブルマーは平成時代の初め頃まで多くの学校で取り入れられていたわ。ゆい、それ知ってるよ。お母さんのアルバムで見たもん。ふふん、私のお母さんも着てたって言ってたわ。ちょうどそのぐらいの年代よね。さっきの不白ブルマーに使われていた不白生地は型崩れしにくいけど、伸縮性や通気性はニット生地の方がいいんだよね。さすがゆいちゃん、よく知ってるわね。だからニット生地の方が体操着の素材として適しているのよね。このぴったりした密着型のブルマーは当時人気だったバレーボールの影響で広まったとも言われているわ。それも知ってる。東洋の魔女でしょ。昔の東京オリンピックで日本が金メダルを取ったんだよね。昭和39年の東京オリンピックね。女子バレーボールの決勝戦で対戦相手だったソビエト連邦の選手が履いていた密着型ニットブルマーに憧れた子が多かったんですって。まあそれは都市伝説とも言われてるんだけど。都市伝説？女の子の憧れだけじゃなくて教育業界とメーカーの癒着があったりでもゆいちゃんはまだそういうの知らなくていいかも。ちょっとかりんお姉ちゃん、ゆいのこと子供扱いしないでよね。ごめんなさい。もう6年生だもんね。分かってくれたならいいの。そっか、大人の事情もあったのか。それもはっきりとしたことは分かってないからあくまで一説ね。とにかく東京オリンピックの後、体操着を作るメーカーもぴったりした合成ニットのブルマーを販売するようになったからニットブルマーが急速に普及したの。女子バレーの選手って今でもぴったりしたユニフォーム着てるよね。スタイルも良くてかっこいい。ゆいも憧れるな。ね、健康的でかっこいいわよね。ニットブルマーは腰回りや足の付け根をゴムで絞って腰全体に密着させるように作られているの。足の付け根もゴムなんだ。フィットしてすごく動きやすそう。それに当時はミニスカートも世界的なブームになったから丈の短いニットブルマーも流行したのかもね。昭和45年に開催された大阪万博のパビリオンのコンパニオンさんをはじめフライトアテンダントさんやバスガイドさん、銀行窓口のお姉さんもみんな短いスカートになったのよね。なるほど。フライトアテンダントさんとかバスガイドさんの制服おしゃれだもんね。ゆいも着てみたいな。この頃のニットブルマーってだいたい1年間に300万枚ぐらい売れていたそうよ。すごい。私も普段ミニをよく履くからニットブルマーも可愛いって思うわね。今でもコスプレやファッションアイテムとしての人気もあるし。可愛いけどゆいが着るのはちょっぴり恥ずかしいかも。確かに中には恥ずかしいって声もあったみたい。平成時代に入って下着みたいな形だから性被害を生むって声が増えたこと、いわゆるブルセラみたいな良くない取引が増えたことなどが問題視されて、今みたいに丈が長めの体操着になっていったの。21世紀に入るとブルマーを採用する学校はなくなって売れなくなっちゃったんですって。そんなことがあったんだ。そう言われてみればゆいの学校では男の子も女の子も同じ体操着だよ。それも性別による区別をなくそうという動きの結果ね。今では体操着のデザインはほとんどユニセックスなものになってるわ。ゆいが体育の授業で履いてる短パンはなんていう名前なの？ゆいちゃんが今
今学校で着ている体操着のパンツも生地はニット生地だからニットパンツね。丈によってショートパンツ、クォーターパンツ、ハーフパンツっていろいろあるけど、ちなみに丈が太ももの上半分ぐらいまでならクォーターパンツ、膝丈ならハーフパンツよ。そうなんだ。色もこれまで教えてもらった不白ブルマーとかニットブルマーと違っていっぱい種類があるよね。いいところに気づいたわね、ゆいちゃん。今は地域や学校ごとにいろんなカラーがあるわね。多いのは紺やエンジ、緑ってところかしら。私の高校は学年ごとに色が違ってるからすぐに何年生かわかるようになってるの。運動会の時に迷子にならなくて便利よ。かりんお姉ちゃん、学校の運動会で迷子になるの？たまにね。ほら、高校って人数が多いし運動場も広いから。もうかりんお姉ちゃんってたまにドジなところがあるから気をつけてよね。あはは。もしかしたらこれからもっといろんなカラーが増えるかもしれないわね。指定じゃなくて自分の好きな体操着が着られる学校も増えるかも。そうなったら体操着でもいろんなおしゃれが楽しめちゃうね。紺やエンジも可愛いけどピンクや水色みたいな明るい色の体操着も着てみたいな。そうね。ブルマーもなくなっちゃったけど可愛いしみんなが好きな体操着が選べるといいわね。体操着って1年生の時からもう6年も着てるのに知らないことだらけで面白いな。体操着に限らず服の歴史って奥が深いのよ。かりんお姉ちゃん、今日はたくさん教えてくれてありがとう。どういたしまして。私も楽しかったからまた他にもいろいろ教えてあげるわね。やった。よろしくお願いします。今回ご紹介したちょうちんブルマーの DD と MDD サイズの型紙を Twitter で無料配布いたします。もし Twitter アカウントをお持ちでない方はこの YouTube 画面をスクリーンショットして A4 サイズで印刷してご利用ください。おー、すごいね。素材によって伸びが違うと思いますので縮小拡大で調整してお使いください。かりんも作ろうかな。かりんお姉ちゃん、作れるの？ゆいのもお願いします。あはは。そして Amazon ストアの体操服の特集ページにて今回ご紹介した体操服をご覧いただけます。こちらのリンクは説明欄に貼り付けていますのでぜひご覧ください。体操服の歴史をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか？また知りたい服の歴史などがあればコメントお願いいたします。この動画が面白いと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。